この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。とっても神秘的なイラストですよね。シャフさんの作品でタイトルは白京香。創作キャラクターの京香ちゃんというキャラクターを描きました。このイラストでは手を取ってしまいたいけど、その手を取ったら後に引き返せなくなる直感のある危険な包容力と魅力を描きたくて、持てる限りの技術を使って描いたのですが、まだこのイラストで表現できる魅力があるような気がします。斉藤直樹先生ならばこうするというポイントがあれば今後の創作に活かしたいと思いますので教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。過去の添削動画でおっしゃっていることは重々承知しているのですが、その上での塗りやタッチ、構図を用いた作品におけるメッセージの伝え方、それと鏡面のような透明感のある銀の瞳を描きたかったのですが、危険な包容力を作るためにハイライトを小さくしたことから目がマット調になってしまったので、そこの透明感を上げる方法を教えていただきたいです。他にも先生目線での添削ポイントがあればそちらもよろしくお願いしますとのことです。シャフさん、ご応募ありがとうございます。危険な包容力、魅力っていうことで、その部分をね、神秘的な白と紫を使うことでうまく表現できている作品だなというふうに思いました。それと表情もいいですね。特にね、下まぶたを少しだけこう上に持ち上げてニコッとさせることでこちら側に笑いかけているような表情がうまく作れていますので、表情の作り方もうまいなというふうに思いました。シャフさん、素晴らしいです。でね、今回何を添削していくかなんですが、今回のテーマは光と影です。シャフさんがおっしゃるように、もっともっと危険な魅力みたいなのを表現できるような気がしてますね。で、この原因なんですが、これね、結構簡潔に説明できるんですけど、なぜそういう魅力がこのイラストに足りていないように感じるかっていうと、理由は簡単です。影が足りていないから。シャフさんは白を象徴的に見せたいがために、人物のほぼ全ての部分に光を当てて、全部白で表現しようとしている印象なんですが、これだとですね、まだ半分しか魅力を引き出せていないと思うんですよ。光を光として描くためには、比較対象として暗い部分、つまり影がないと光が光として見えてこないんです。そこがね、せっかく光をうまく表現できているためにもったいない。なので今回は光と影に特に注目しつつ添削を進めていきますね。それでは早速行ってみましょう。でね、光と影の添削に進む前にちょっとだけポーズが硬い気がしているので、そこから添削していきますね。まずはちょっと全体的にポーズの入り方が小さいような気がするので拡大していきますね。はい、こんな感じかな。でね、毎回言ってるんですが、ポーズが決まったら、はい、もうこんな風に写真を撮りましょう。ちょっとね、帽子をかぶるのを忘れちゃったんですけどね。でね、この写真を撮ってどこを見ればいいかっていうことなんですけど、もちろんね、男女の違いで体つきは違うので、そこが参考にならないっていう人もいるんですが、僕が見てほしいのはですね、そんな細かい部分よりも、例えばこの肩の傾きですね、こことここの位置関係です。こっちのイラストの方を見てみると、顔に対してこの肩の位置が両方とも正面を向いていて、でね、奥行きに関してもカメラに対して同じぐらいの位置にあるように見えるんですが、実際ですね、左手を伸ばしてみるとですね、肩の位置ってこんなにも前後しちゃうんですよ。こうじゃないんです。こうなんですよ。でね、特に肩の位置の違和感はポーズの硬さに直結しますから、そういう大きな体の動きの参考になるので、写真は絶対に撮った方がいいと思います。特にね、ここを見てください。こうやると、ほら、ちょっと硬そうでしょ。まずは写真を参考にしながら、右手の手の部分を修正していきますね。はい、前に突き出しているので、割と大げさに大きくしちゃってもいいと思います。指もね、全部まっすぐに描くというよりかは、指によってこう角度をつけてあげると、カモーンって感じでね、そういうニュアンスを含ませられると思いますね。次は両肩の位置関係を見直してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。
右肩を前に出して左肩をより奥に下げてあげると、手を突き出しているポーズとの整合性が取れて自然なポーズに感じられると思います。肩の位置が変わったので体の中心軸も変わりました。胸の中心も変えていきましょう。はい、胸の中心を向かって右側にずらしました。さらにお腹も同じように中心軸をずらしていきますね。はい、こんな感じ。どんどんいきます。次はですね、左手と左腕の角度です。ここでね、もう一度写真を見てみましょう。ここで気づくのはですね、左手の角度がどうなっているかですね。今ね、イラストは大げさに言うと、こんな感じの左手の角度なんですが、これちょっとね、このポーズをすると、肩を前に出さないといけないので、ちょっとね、窮屈な感じがするんですよね。どっちかというと、胸は開いているポーズだと思うので、胸に手を置くにしても、こうじゃなくてね、こっちの角度なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まずは手を直してみますね。はい、こんな感じ。手の角度を変えたので、自然につながるように左腕も修正していきますね。はい、こんな感じです。最後に右腕を放置しておりましたので、右腕も同じように自然につなげましょう。はい、ポージングの修正は以上となります。次は最初にお伝えしたように、今回のメインテーマ、光と影の部分についてです。光と影を意識できるとですね、デッサン力がそんなに変わっていないのにもかかわらず、印象がめちゃめちゃ良くなるっていう、結構反則技並みに効果が高い部分なので、これはぜひ覚えてほしい部分です。でね、このイラストの女性、京香さんは、ものすごく神秘的な魅力がある女性です。なので、白い部分や光を強調することで、その神秘性を演出したいところなんですが、ここでね、注意です。白をより白く見せるためにはですね、その前に暗い部分もちゃんと作ってあげないと白って引き立たないんですよ。なので暗い部分、つまりまずは影を描いていきましょう。こうです。はい。まずは右手右腕の影を描き込みました。影を描くことで少しだけこう手のひらが丸まっているような、なんかそういう微妙な角度変化も表すことができるので、より表現力が豊かになる側面もあります。次は体です。やっていきましょう。はい、こんな感じです。特にね、胸から下のお腹周りは全体的に影に落としました。そんなに思い切って暗くしちゃって大丈夫？って不安になった人もいると思うんですが、大丈夫です。むしろこのぐらい思い切らないと、後でやる処理が生えてこないんです。楽しみにしていてくださいね。そして左腕の影も追加していきましょう。左腕も画面から見た時に奥まっていますから、躊躇なく暗くしていっても大丈夫ですね。こんな風に。
はい、こんな感じですね。あとは忘れちゃいけません。髪の影。ここも影に沈めちゃって大丈夫な気がします。いや、髪の毛は白く残した方がよくねって思いましたか？はい。それはね、ちょっとこう、素人考えですね。あ、ごめんなさい。ちょっとね、煽っちゃいました。でもね、これには後でお伝えするある作戦があるんです。一見ね、これから見栄えが損なわれてしまうんですが、まずは髪の毛も一旦暗くしていってみましょう。はい、影を追加してちょっとマットな感じになってしまったので、少しだけ光沢感もプラスしていきます。こんな風に。はい、少しツヤを表すハイライトを追加したので、ツヤツヤした質感が戻ってきたと思います。あとは細かいですが、少しだけ顔の影も強調しておきます。はい。影の追加は一旦こんな感じでしょうか。今までどんどん画面が暗くなっていったので、ひょっとしたらね、いや、そこまで暗くしなくてもいいでしょう。なんか全体的にパッとしなくなっちゃったよ。って思った人もいると思います。ですが、ここからです。今まで影を追加してきたのは、これから繰り出すある必殺技を出すための下準備。ドラクエで言うと、バイキルトを永遠にかけながら、ひたすら敵の攻撃に耐え忍んでいたようなものです。ここからね、逆襲が始まりますので、覚悟していてください。いっちゃいますよ。まずはこうです。はい、襟の裏の部分、ふさふさの部分をね、思い切って白にしました。まだまだやっていきますよ。次は、ここです。はい、こんな感じです。さらに、今明るくした部分に影響されて明るくなりそうな部分を明るく調整していきますね。やってみます。はい、こんな感じ。ちょっとね、細かい毛も欲しいので、少しだけ遅れ毛を足してみましょうか。こんな感じ。はい、どうでしょう？めちゃめちゃかっこよくなった感じがしませんか？全体的に影を強調したことで、今描き込んだ白い光が際立って、より神秘的な雰囲気が増した感じがすると思います。今日はね、僕がこの添削を通して伝えたかった、光と影の必殺技。それはですね、表面を影にして裏面を光らせるという必殺技です。表面、つまり髪の毛の前とか、あとはふさふさのこの手前に来ている部分とか、それが表面ですね。ここをあえて影にしちゃいます。で、その上で裏面、つまり奥の髪の毛とかふさふさの裏側の部分とか、普通は影にすべき部分をあえて白く発光させちゃう。そうすると、普通の人間はね、こんなところ光りませんから、なんかこう、内なる輝きというか、神々しさみたいな、もしくはちょっとこう、怪しい陽気のようなものが感じられて、キャラクターをより神秘的に見せることができちゃうんです。この技やばいでしょ？もう早速自分のイラストに試してみたくなっちゃったんじゃないですか？さあ、残りもわずかなので仕上げやっていきましょう。ちょっとね、宝石を消してしまったので、ここ描いていきます。
はい、首元の宝石も書き込みました。光と影についてはこんなところだと思います。そして顔の部分ですが、顔はですね、特にあんまり気にする部分はないと思うんですが、あえて言うとしたら、線と濃さのバランスを少し変えてあげるだけで、より印象的にね、なるかなというふうに思います。特にこのイラストの場合、この黒目の色もあえて薄くしてあるので、それもあってね、色で顔の印象を保つっていうことができません。なので、利用できる武器が線しかないんですね。かなり微調整になると思うんですが、線の濃さと太さのバランス調整やってみますね。はい、目の部分を少しだけ書き込んでみました。特に書いたのはこの上まぶたの部分。ここを濃くしてですね、目に目線が行きやすくしたことですね。次は鼻です。はい、ちょっとこれは好みなんですが、スーッと鼻筋を通して少し大人びた魅力をアップしてみました。京子さん結構ね、お姉さんキャラっぽいので、こんな風に鼻筋を通してあげても魅力的かと思います。あとは口の部分についても線を調整しますね。はい、こんな感じ。かなりね、微調整ではあるんですが、こんな風に見比べてみると、少し印象が強くなった感じがすると思います。いかがでしょうか？さあ、最後の仕上げです。背景のパーティクルですが、もうちょっとね、細かいパーティクルを作ってあげてもいいかもしれませんね。こうです。はい。で、最後、光をより際立たせたい部分に、うっすらと光の交際を追加していってみましょうか。こんな風に。はい。こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて見比べていってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？もうね、光と影の演出だけでこんなに劇的に変わるんです。めちゃめちゃすごくないですか？はい、最初から見ていきましょう。今回は光と影をテーマに添削を進めてきました。まずは最初、これはメインテーマではなかったんですが、ポージングが硬くなる理由として、顔の向きと両肩の向きが一緒になるっていうことが結構あります。その問題を解決するためには、同じような写真を撮ってみて、肩の位置がね、どういう位置関係に来ているのかっていうのを観察しつつ、それを絵に反映させることです。そうすることで、無理のない自然なポーズを描くことができますね。そして今回のメインテーマ、光と影についてですが、光を明るく際立たせるためには、影をしっかりと暗く描いてあげることが大切です。はい、こんな感じで全体的に暗く落としてあげて、そしてその上で光を追加してあげる。そうすることで画面上の光が印象的に見えますので、絵を見ている人により神秘性を感じさせることができるんです。これはね、ものすごく強力な必殺技なので、皆さんもぜひ取り入れてみてくださいね。また今回は最初ポージングについてざっくりとお伝えしたんですが、写真を見ているけど全然立体的にならないんだよ。なんでだよっていうね、お悩みを抱えている人も多いと思います。それはですね、もう簡単です。写真を見ている時にある観点が抜け落ちてしまっているからなんですね。そのお悩みはこの動画を見ると解決すると思います。要チェック。絵が上手い人、これができています。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。